ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤはい。キネマ51オーナーの須田です。ー。キネマ51支配人の関根でございます。夜はバープラスチックモデルという店をやっております。よろしくお願いします。はい。今年もよろしくお願いいたします。はい。今回ね、はい、実はもともとある映画を紹介しようと思ってたじゃないですか。はい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 。ちょっととある事情で、はい、急遽差し替えになりました。なりました。はい、まあとても話題の映画がそうですね。今公開してまして、まあこれをやらずして何をやるのかということで、はい。皆さん何の映画か分かりますかね。あ、もうここにありますね。はい、我らがガンダムの。ガンダムね。はい。機動戦士ガンダムジークアクス。ジークアクス。はい。はい。今日はこれを徹底的に、ネタバレになるかネタバレにならないかまだ返事が来てないので、サムネイルをチェックしてください。今回紹介する作品は、ガンダムシリーズ最新作、カラーサンライズ夢が交わる。テレビシリーズの放送に先駆け一部話数を劇場上映用に再構築した機動戦士ガンダムジークアクスビギニングです。まずはですね、はい、シャーニー、はい、ネタバレなしの範疇で、はい、まず話をしたいと思います。はい。まずどうでした？いやもう素晴らしいですよね。はいはいはい。ちょっと僕もよく分かってなかったんですけど、テレビシリーズが始まるんですよね。なんか日テレで決まってるっていうことですね。それのまあ何話か分かのダイジェストという形で今回劇場版っていう。そうですそうです。はい。どうせテレビでやるし、まあそんな急がなくてもいいかなと思ってたんですよ、見に行くの。そしたらもう初日から見たもうどこ行っても見たみたいな感じですよ。支配人はお店に来るじゃないですか。そうですね。まず見た。もう毎日来た人が見たっていうわけですよ。どういうことですかと。話せないじゃん。なんだよみたいな話になって、で他どっか飲みに行くと見ましたみたいな。全部そうなんですよ。これもう見なきゃいけないんだなと。でどうしようって言ってたら、オーナーから。ちょっと急遽差し替えになったんでっていうことこれはいよいよもうそういう運命なんだなと、そういうことですね。ことですよね。なるほどね。なんでまあ運命っていうのはね、このやっぱガンダム世界の中ではかなりね、そうです。まあファーストからずっと運命になんか巡り合いですね。このビギニングっていうタイトルもまたね、そうですね。もはやそうですよ。これは曲名ですけどね。でガンダムの有名な名曲じゃないですか。名曲ですよ。巡り合い空ね、劇場版3作目のまあエンディングというか、ビギン。そうですね。僕には帰るところはあるんだっていうね、あそこの名シーンで流れるそうですね。ね。そういった意味でもやっぱりガンダム。はい。らしいもうねタイトルですもんね。タイトルですよね。匂わせですよ。これ匂わせです。そう匂わせです。じゃあシェアには全く情報抜きで。もう全く抜きです。ああ、僕ねちょっと先にまあ僕公開前から気になっちゃってて、リークが出たんですよ。公式ホームページがアップされたんですよね。ところがイタリア版だけなんかちょっと出しちゃいけない情報出ちゃってて、イタリア語で。でもうそれすぐも日本人が誰か見つけて翻訳されてが乗っちゃったんですよ。これガセいやまあでもいやわかりますガセみたいな。だってガセみたいな話じゃないですか。そう本当にそうなんですよ。だからなんかそういうねのがありつつもだからこれだからちょっと早めに見に行かなきゃまずいなと思って月曜朝一で見に行ってね。なるほど本当だったと。僕はちょっと腰抜かしましたよ本当に。いやでもあそこまでとはという。だから僕の気分はファーストガンダムの第1話ガンダム大地に立つのザクに乗ってた兵士みたいな気分ですよ今回の映画は。なんだこいつっていう。衝撃として。いや僕思ったのがこのね僕が生きてる人生の中で。映画という媒体でこれ以上のショックな体験を受けることはもうないんだろうなと。なるほど。多分もうこれを超えることってないなっていうのがやっぱ見た後の感想なんですよ。なんか、カラーさんとはねちょっと仕事したこともあるのでご担当の方にもメールを出したんですけども、感情がおかしいなんかね説明できないぐにゃぐにゃがこうなんていうんですかね。
あの時間なんか衝撃の時間でしたよね。海外の人たちにも、まあこれぜひねこの配信見てほしいんですよ。ただ海外の人たちはまだ見れてないじゃないですか。そうなんです。でこの間ね、土曜日にアメリカ人のカップルがうちの店飲みに来て、でその女の子がガンダムが大好きだって言って見に行ったんですって。で字幕サブタイトルないけど面白かったって言ってて、もうだからファーストからまあとにかくガンダム世界を楽しんだ人はもうもはや字幕なくてももう楽しめるっていう、映像だけで楽しめるっていうぐらいガンダムでしたよね。そうガンダムでした。ほぼみんな同じセリフでした。ガンダムでしたっていう。そうSNS もそうでした。そうガンダムを見に行ったらガンダムだったっていう。そうだからやっぱりカラーさんっていうねところの色とか、その何かとんでもないことしてくるんじゃないかとか、やっぱりエヴァのイメージとか、そうですね、ありますあります。でまあ新シリーズとかいろいろあるわけじゃないですか。それの中でやっぱりガンダムオタみたいな人たちにしてみると、どういうふうにされちゃうんだろうと思ってた人も結構多いと思うんですよ。いやもうガノタはそうですよ。うるさい人たちですよね。そしたらその人たちがみんなガンダムだったっていうこの感想はやっぱりすごいですよね。いやだからカラーの人たちのガノタレベルってもうだから日本にいるガノタの多分こうあるじゃないですか、こうピラミッドとしてもう多分こう頂点のここにいる人たちなんですね。だからそこらのガノタじゃもう勝てないですよね。そういう人たちの集団ですからカラーさんってその人たちが本気出しちゃったんですよね。いやすごい本当ね。一つ言えるのはゲーム作りたいですね、うちで。グラスホッパーで。ガンダムの企画を僕も新しく持っていくと、まあ単体じゃ難しいですねとか、やっぱ海外なかなかないんでっていうのが大体いつも言われるんで、どうしようかなと思って。単体ってどういう意味ですか、ちなみに。いやガンダムって例えばジークアクス単体、ユニコーン単体、そういうことか。いわゆる G ジェネみたいなああいうのは成立するけど、今バンサスとかもやっぱり全ての作品が集まるのがもう主流の当たり前になってるので、単体作品っていうのはなかなか難しいらしいんですけども、僕今回いけると思うんですよね。いろんな要素がありますもんね。ガイナックスではないですけども、彼らが作ってきたもののポイントが全部入ってるなっていう気がしたんですよ。鶴巻さん監督はトップを狙い2とかフリクリとか、もうフリクリ要素もすごい感じたし、キャラクターのね感じとかも含めた色使いとかそういうのも含めてカラーの人たちが今まで作ってきたものをうまくガンダム世界にちゃんと入れ込んでるなんて偉そうなこと言えないですけども言えないんですけどっていう圧巻の気持ちというんですか、それはすごく感じました。そうですよ。いろんなことを考えられる作品だなというふうには思いましたね。そういう監督のね、やっぱ鶴巻さんがやられてるっていうところでもカラー色がすごく出てるじゃないですか。これまでカラーさんってゴジラやってウルトラマンで仮面ライダーもやってで今度ヤマトもやるじゃないですか。だからそういう意味で言うとこれまで樋口さんが意外とパートナーですよね。樋口さんとあの樋口っていうこのコンビがずっとやったのがいよいよこうなんですかね、身内からのフリクリなんてねやっぱ海外で大ヒットしてますから。そうなんですか。だから海外の人の反応がいいんじゃないかって気がします。この配信 YouTube 見てる方はまあフリクリなんて当然知ってるのかもしれないですけど、世の中一般的にフリクリってそんな別にこうメジャーな作品っていうイメージあんまりないじゃないですか。ないですね。海外ではめちゃくちゃスタンダードな日本のアニメーションなんで、そうなんですね。だから主題歌ってピローズっていうピローズっていうバンドはずっとモッツ系のビートバンドとしてねやってコレクターズとかと一緒のような流れでやってたのに、僕の20代の頃のバンドですよピローズは。でやってたけど今や海外でライブやるようなのはそのフリクリからですからね。そうなんですか。ピローズが。っ
っていうねそう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 そっか、鶴巻作品としての魅力がなんかね、そっか、それまた海外で爆発しそうですね。なんかそんな予感がしますね。これいけますね、海外も。ゲーム作りたい衝動が、そうちょっとアタックしていますね。ネタバレなしは一旦ここまでにしましょうか。はいはい、わかりました。まあ次はね、またちょっと楽しみなタイトルを紹介したいと思います。まずはとにかく早くこの作品劇場で見てくださいと。そう、劇場でテレビ放送待たずに、配信待たずに、いや早く劇場に行った方がいいですよね。早く共有したいですね。そう、皆さんとね。では次回のキネマゴチでまたお会いしましょう。ジークアクス。